どうもちゃ金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。謎の箱ということでね、それではこちらをさばいていく。はい、いらっしゃいまして。本日の食材がこちら。せーの。よ、僕の大好物、牡蠣ですね。しかも、僕の大好きな海男さんの牡蠣。今年は海男さんの牡蠣あまり出荷できない状態らしくて、少ないんですけども、少ない中、釣りいろはの特産経由でいただきました。ありがとうございます。特産いつもありがとうございます。こういう風にちっちゃい牡蠣とか、同じ海で育ったのにこんだけ違う。うわ、すごいたくさん入ってるな。ちょっと1個剥いて食べていいですか？頭から入れて、貝柱外して、よいしょ。うまそう。じゃあこちらいただきます。ちょっとポン酢垂らそうか。いただきます。カニが入ってた。うめえ。ぎっしり詰まってるんですよ。うますぎ。相変わらず美味しいです。海男さんの牡蠣。ということで今日はこちらの海男さんの生牡蠣、何しても美味しいと思うんですけども、こちらをしゃぶしゃぶにしていきたいと思います。牡蠣しゃぶ。あと焼きも作ろうかな。しゃぶしゃぶと焼き。シンプルイズベストということで、そちら作っていきたいと思います。まずこちらの牡蠣全部剥いていきます。1個ずつ種類が違うので説明しながら剥いていきますね。まず先ほども剥いたこちら。これがおとふせですね。ほら。見てもらったらわかるんですけど、この殻の隙間がないぐらいぎっしり身が詰まってるんですよ。パンパンなんですよ。これが最高にうまいんです。でね、貝柱もとても太いですね。これがおとふせ。次はこちら。おとふせよりちょっと薄めの。これがね、石化。これも剥き方は一緒ですね。隙間から入れて、入るかな。よしよしよし、入った。よいしょ。こんな感じですね。これも身がぎっしり詰まってます。で、こちらが、中ぐらいサイズで厚みもしっかりとあるこの牡蠣。これがふわふわっていう品種。殻もね、石化に比べてかなりしっかりしております。こんな感じですね。パッと見おとふせよりかはあっさりしてそうな感じがしますね。入ってるのはこの3種類でしたね。そしたらこちらをどんどん剥いていきます。とにかく剥いていきます。今日はこの大皿を用意しましたんで、ここに乗るだけ乗せたいと思います。まず火刃を引いて華やかさを出します。一応念のため、牡蠣の剥き方説明しておきます。いろんな剥き方あります。上から入れるやり方。で、真横から入れるやり方。で、このお尻から入れるやり方。いっぱいあります。貝柱が入ってるのは、ここです。この剥いたやつ見てもらうと分かりやすいんですけども、ここが貝柱なので、ここの貝柱を断ち切るイメージ。で、横から入れるより、この上から入れた方が、殻の破片が入りにくいそうです。で、上から入れて、カッ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 と、貝柱を断ち切ります。こんな感じですね。そしたら、貝柱取れましたら、裏側にも貝柱がまだくっついてますので、裏側も外します。はい、これで完成。とっても簡単です。頭から入れて、若干ナイフを上向きに反り返らして、てこの原理というか、こういう感じで、パカッと開くと、すげえうまそう、これ。こういう感じで、どんどん剥いていきます。はい。では、このように牡蠣が剥き終わりました。ふわふわ石化おとふせですね。で、ここちょっと空いてますんで、あれ買ってきたんですよ。こちら。ハマグリですね。以前ハマグリしゃぶしゃぶした時めちゃくちゃ美味しかったんで、これもやりたい。で、洗ったハマグリのここ、隙間に刺して、トントントンとやると入ります。入ったらそこから貝柱を外します。貝柱が外れたら反転させて、反対側の貝柱も外します。カット。こういう形ですね。そしたらここに貝柱がまだついてますんで、これも外します。
1箇所、2箇所ついてますんで外します。こんな感じですね。そしたらここに1、2、3と。すげえ豪華なのできてきた。やば。で、すだちを半分に切って、ここに盛り付けて、牡蠣とハマグリのしゃぶしゃぶ用の完成。そしたら次はお鍋にハマグリと牡蠣をぶち込みます。焼きって言ったんですけど、焼きよりいい方法を考えました。日本酒をザーッと入れて、で、蓋をして、ストーブの上で、よいしょ、蒸します。これで牡蠣とハマグリの酒蒸しの完成。そしたら次はしゃぶしゃぶの出汁を作っていきます。お鍋に水を張って、そこに昆布を入れます。熱します。昆布出汁を出していきます。はい、では出汁が取れましたら、昆布を取り出して、よっ。そこに日本酒、みりんでちょびっとめんつゆも加えます。これで美味しいはずで、いつもの一人鍋に移したらしゃぶしゃぶの出汁の完成。よっしゃ、食べていこう。にしてもすごい量ですね。じゃあまずはこのあったかいうちにこちらの蒸し物からいただきます。まずはハマグリちゃんいただきます。めえ。ハマグリって旨味の爆弾って感じですよね。うまいな。せーの、よっ。おお、いい感じに蒸し上がっております。こちらをいただきます。うまっ。さっぱりな感じですね。いい感じに鍋がグラグラしてきましたので、蓋を開けて、うわあ、この一番大きなここからいただきますか。こちらをだしの海にしゃぶしゃぶと、このぐらいでいきましょう。ちょっとレアな感じでいただきます。うまっ。半生だからクリーミーなんですけど、で、外硬膜のところは火がしっかりと入ってますんで、甘みが強くなっております。生牡蠣とは違ったまた美味しさがあります。美味しいです。次はこちら、ハマグリちゃんをいただきます。ハマグリちゃんはちょっと多めにしゃぶしゃぶしましょうか。で、その間にこちら音伏せ、これもしゃぶしゃぶします。でね、今の時期しゃぶしゃぶといったらこれね、生わかめなんですけど、これもしゃぶしゃぶにするとめちゃくちゃ美味しいので、さっと湯通ししてもいいです。こんなもん。そしたらポン酢にくぐらしていただきます。うまっ。この生わかめでしかこの風味は味わえないんですよね。またシャキシャキとした食感が箸休めにはちょうどいいです。そんなこんなでハマグリいい感じです。いただきます。うわー、うまい。あかんってこれ。ちょっと白米用意しました。白米いただきます。うまっ。音伏せにポン酢をつけていただきます。そしたらハマグリを第2群入れて、次はふわふわ。よいしょ。で、やってる間に今日はこちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。見えてましたね。途中参戦からの銀色となっております。うわぁ、こんなもん最高だよ。ビールと貝大好きなんですよ。はい、こちらもう割合なんてどうでもいいです。いただきます。それじゃゆっくり食べていくよ。ベロベロ確定。ごちそうさまでした。ということで、今日は僕の大好物の牡蠣をたくさん剥いて、大きな皿に盛り付けて、
しゃぶしゃぶと酒蒸しで食べてみましたけども、うまい。やっぱり俺牡蠣好きだ。あの殻のフォルムを見ただけでもうわうまそうってなるんですよね。なんでだろう。本当に好きなものってこうなるんですね。ただただ幸せな動画でした。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。